この部分が輪っこになっていてずれないために、ここを要所要所ポイントを言ってますので、そのように。こんにちは、福工房の村です。今回は、スラッシュポケットの作り方なんですが、仕様としてはこの見えてるところは表布でこう奥で切り替えてあるタイプで、袋布の形はこうひっくり返すとこの部分が輪っこになっていて、そこがこういうふうに袋縫い、ロック目の見えない袋縫いになっているタイプのスラッシュポケットの作り方を説明していきます。型紙としては、この表前身ごろ、ここはポケット口ですね。でこれはスレキがいいんですけども、スレキがない方は面の薄地の布を使われても良いです。でこの形が1枚、あとこの三角のこう見える部分ですね、この部分の布は表地でこういうふうに叩きつけてくるんですけども、この形の型紙が必要です。それでは縫っていこうと思います。まず最初に準備としてポケット口はややバイアス気味なのでこう縫うと伸びてしまいます。なのでここは裏面に伸び止めテープを貼ります。縫い代が1センチなので1センチにかかるように貼っていきます。次にもうポケットを縫っていくんですが、ポケット、この向こう布を乗せた時にこのままだとここが立ち端になってしまってどんどんほつれるので、この部分はロックミシンをかけていきます。向こう布の端にロックミシンをかけてきたので、この端から5ミリのところをミシンで袋布に叩きつけます。これで表地が叩きつけられたので、次にポケット口を縫っていきます。これポケット口を中表で合わせます。一応これ分かりやすいようにシールが貼ってある方を表としています。これで縫う時には伸び止めが貼ってある側を上にしてミシンで縫っていってください。理由としては、下側は送り刃があるのでちょっと不安定な少し伸びる、この下側には伸び止めを貼ってないのでこう引っ張るとちょっと伸びる感じなんですが、これ送り刃が上手に送ってくれて、ここの伸び止めが貼ってある上側とちょうど合うように縫えますので、必ず伸び止めを上側にして縫ってください。ポケット口を縫います。
ポケット口を縫ってきたので、裏を控えてアイロンをかけます。控える時には一度割るときれいに控えられるので、ここは一度アイロンでやってください。これで裏側が1ミリほど控えられるように、もう一度アイロンをかけます。表から見た時にこう裏が見えない綺麗なアイロンのかけ方になってます。ポケット口にステッチをかけます。このステッチはコバステッチでも5ミリぐらいなステッチでもダブルステッチでも、または裏コバステッチでも構わないです。今回は5ミリで縫っていきます。ここにステッチをかけてきて、こうするとだんだんポケットの形になってきました。あと底の袋縫い、ポケットの底の袋縫いをしていきます。袋縫いはまず最初に外表に合わせて下の端を縫っていきます。これ縫い代型紙によっていろいろでしょうけど、今回1センチつけているので4ミリと6ミリで、まず4ミリを縫ってひっくり返して6ミリで縫っていきます。まず最初にこうなって完成なんですが、これを外表でまず合わせて4ミリで縫います。その後にひっくり返して6ミリで縫っていきます。底を4ミリで縫ってきたので、この縫い目ちょうどで折るように一度アイロンをかけます。これでひっくり返します。ちょうどで折ることによってこの端が出やすいので、こうやってからひっくり返すときれいに返ります。ただここの角の部分は目打ちできれいに出します。この輪の部分もアイロンをかけておきます。これでそこに6ミリのステッチをかけます。ポケットの底に6ミリのステッチをかけます。
これで袋縫いが完成しました。次にポケットの下脇ですね、脇の部分と上端に仮留めをしていきます。今ここがこうペラペラ浮いてる状態になっていて、これで後ろ身ごろとつなげるとこうずれたりしやすいので、ずれないためにここを5ミリのところを仮留めします。上端も仮留めをしておきます。これでベルトをつけるときにずれずに縫うことができます。これで裏側が裏側の底が袋縫いになっていて、この部分が輪になったこの向こう布のこの辺で剥いでいるスラッシュポケットが完成しました。簡単なようなんですが、要所要所ポイントを言ってますので、そのように縫ってもらえれば本当に綺麗なスラッシュポケットができますので、是非縫ってみてください。